はい、デザインの方が決まりました。こんにちは、野生デザイナーの西山由紀恵です。今回は、草花でのハニーバスケットを作っていきたいと思います。メインはこちらです。湘南ベルデというペチュニアの八重咲きの、品種です。はい、こんな感じで縁取りが緑で、中がクリーム色っぽいお花ですね。こんなシックな色合いに似合うのがこちらです。ニゲラですね。グリーンマジックという品種になってます。花火みたいに上から見ると見えますし、あと横から見てもこの遊びがハニーバスケットにすごく活かされると思ったので、一つはこういう苗ですね。でもう一つはこういうまとまった苗を選んでみました。ではこちらで植え込んでいきたいと思います。はい、それでは、スリートバスケットの準備からしていきたいと思います。はい、これで粘着力がなくなったら準備が OK です。そしたらこちらの方に中粒ぐらいの軽石を入れます。少なめに入れます。で、軽石はちょっと見えるぐらいでも大丈夫です。はい、今日のメインは先ほどの八重咲きのこちらのペチュニアですね。あと先ほどのと同じような似たようなペチュニアがあって一重だったので重ね合わせてみたいなと思ったのでこちらを選びました。今回のメインは緑色のお花なんですけれども、それと合わせて緑とこちらの紫のお花を合わせていきたいと思います。こちらがイソトマ、こちらがブラキカムになります。はい、こちらは秋まで楽しめるユーフォルビアになります。もう八重咲きのものです。なのでやっぱり一重のものよりも、ボリュームがアップします。こちらを3株使っていきます。カラーリーフで、よく見ると、毛が生えてるんですね。寒さと乾燥に耐えられるように自然に対応した葉っぱになってますね。こちらはロータスブリムストーンですね。2色が楽しめるカラーリーフです。はい、こちらを3株使っていきます。はい、次のカラーリーフは緑色の濃い色で、ワイヤープランツなんですけれども、この葉っぱの形がスペードの形をしているのでスペードワイヤープランツと言われています。こちらももし株分けができたら株分けをしていろんなところに挿していきたいと思います。こちらを2株用意しました。はい、デザインの方が決まりました。で、ワイヤープランツのもう一つの方と、こちらですね、ブリムストーン、株分けをしながらこう刺していきたいと思うので、後から入れてみたいと思います。で、1段ずつ植えていきたいと思います。はい、こちらが1段目の苗になります。はい、向かって右側の方からペチュニア、ブラキカム、ワイヤープランツ、ユーフォルビア、ペチュニア、イソトマとなってて6株になってるんですけれども、ブラキカムとこのワイヤープランツを重ねてこんな感じで植えていきたいと思います。根っこの方を崩していきたいと思います。はい、で今回のこちらのペチュニアは割と、幼い苗で根っこが崩れやすいので、やっぱりこの中を開けてまずは土を中から落とします。ゆっくり落とします。でもう片方の手でもみほぐしながら、こっちは下から土を出していくと、すぐに崩れやすくなっていきます。はい、次ワイヤープランツですね。はい、こんな感じです。はい、次ブラキカムです。こちらもこういう風に最初もみほぐしていきます。で、こんな風にスリムな根っこにしていきます。はい、次はユーフォルビアのダイヤモンドスターですね。はい、こちらの根株は結構スリムにできていて、ポットも 2.5 号ポットですね。これだと崩せるものは崩していきます。はい、ペチュニアの緑のペチュニアですね。はい、次はイソトマですね。はい、
イソトマも今株がこんな感じで、しっかりした感じですね。でもまだ幼いので、根っこは崩しやすいです。こんな感じです。こちらから順番に植え込んでいきます。はい、ペチニアですね。でペチニアは長いところを下にやっちゃうとこうかぶっちゃうので、短いところを下にしてこう自然な流れにしてあげると、表情がとてもかっこよくなります。はい、ちょっと分けていきたいと思います。3分の1ぐらいを、こちらに入れていきます。で、ブラキカムをその上に入れていきます。こう垂れている長いところを下にします。ユーフォルビアもあまり上に上がらないので長いところを下にします。はい、次ペチニアですね。低いところを下にして入れます。イソトマちょっとね太めなのでせめて2個ちょっと首を作ってあげます。そうすると入れやすくなります。はい、スルッと入りますね。はい、1段目が植え終わりましたので、隙間に培養土を入れていきます。はい、こんな感じです。まだたっぷり空いてますね。こちらの方に入れていきますね。こちらの方にまずワイヤープランツを入れていきます。3分の1ずつに分けてみます。はい、でちょっと土を足します。先ほどの1段目の上の方にまだ側面ですね、横に植えていきます。はい、こちらからイソトマ、ニゲラ、ヤエナペチニア、ユーフォルビア、ブラキカムという順番になってます。ニゲラの方もすごい根鉢は大きいんですけれども、あまり根が張っていなくて割と細い根なのであまり切りすぎないように気をつけながら崩していきます。はい、ペチニアの八重ですね。はい、こちらは、頭が重くってこう首のところがグラグラしてちょっと落としにくいので、こう支えながら崩していきます。はい、細くできます。はい、次はユーフォルビアですね。はい、こんな感じです。はい、それではこの2段目に植えていきます。またこちらから植えていきます。はい、この辺でちょっと、プリムストーンを入れていきたいと思います。ちょっと2つに分かれそうですね。イソトマの隣のスリットに入れて、で次ですね、次はニゲラはここが長いんですけれども、ここですね、いい場所ありますね。はい、そうするとこう絡まった感じにもう完成されています。はい、で次ですね、次はペチニアですけれども、ペチニアこうですね。ブラキカムはちょっと蒸れに弱いんですけれども、これもちょっと下にしてブラキカムを出してあげます。こちらは先に、このユーフォルビアを入れます。はい、もう1個余っていたブリムストーン、こんな感じで入れていきます。で最後にこの一番端っこにブラキカムを入れます。で培養土を隙間に入れていきます。はい、培養土を入れてこんな感じです。でまだここ2センチぐらい深さが空いてますので、上部の方も根っこを工夫して入れていきたいと思います。はい、上部の方のデザインは基本的にブラキカム、ユーフォルビアが前、後ろの方にニゲラ、イソトマでペチニアの緑の純粋の方を入れていきます。であとカラーリーフの方もちょっとあるのでこちらも全部使っていきたいと思います。ではまず、崩していきます。
はい、それでは前の方にブリムストーンを前に垂らしていきたいと思います。この辺にもちょっと出していこうかなと思います。こちらのブリムストーンは出てるので、これ外側に、この後ろの外側に使ってちょっと動きを出していきます。側面のデザインを見ながら、ここにユーフォルビアがあるので、こちらに固めないように反対側に一つ置きたいと思います。ブリムストーン、この前にね一つあってもいいかなと思います。こちらのニゲラはこちら長いので一番後ろに入れていきます。水性のものを入れる場合には、立ててから垂らすことが上手にふんわりと植えられるポイントです。ブラキカンですね。はい、じゃあ、あと配置の確認をして最後の仕上げの培養土を入れていきます。はい、水苔を入れていきます。で、水苔も、もう株元が狭くなっているので、あんまりいっぱい持たずに少しずつ入れていきます。はい、出来上がりました。ではちょっと見やすいところに飾ってみたいと思います。はい、出来上がりました。はい、こんな感じですね。今回はニゲラとペチュニアの組み合わせで、あと紫もプラスして、ちょっと紫と白っぽい色のハニーバスケットにしてみました。よかったら皆さんも作ってみてください。ご視聴ありがとうございました。